あなたの未来はプネット。夏野ゆうきです。初心者向け V ロイドスタジオ講座第6回目は髪型のボリューム調整を解説します。髪型のボリューム調整ができるようになると、配布や販売されているヘアスタイルを活用しやすくなります。最初に髪型のボリューム調整に必要な機能と操作を説明。次にその操作を簡単に行うための外部ツールの説明。その後、顔と髪型のバランスについて学び、最後に髪型のボリューム調整を行います。今回の完成形はこんな感じです。調整前と比べると頭部が一回り大きくなっています。それでは始めていきましょう。ではまず、髪型のボリューム調整に必要な機能と操作を説明します。髪型編集タブを選んで、髪型の編集をクリック。ヘアリストの中からガイドを一つ選びましょう。選択ツールを選んでいる状態だと、そのすぐ下に移動、回転、拡大という3つのボタンが表示されています。ボタンを押すと操作用のインターフェースが表示されます。このインターフェースのことをギズモと呼びます。ギズモの操作は、マウスカーソルを乗せて左トラックで簡単に操作することができます。こんな感じです。回転や拡大でも同じように操作することができます。髪型のボリューム調整では、主に移動と拡大、この2つを使っていきます。また、この操作はガイド一つ一つに対して行う必要があります。ガイド全部をまとめて操作する方法があればいいのですが、バージョン 1.12.0 の時点ではそういった機能はありません。もしかすると今後のバージョンアップでそういった機能が追加されるかもしれません。その場合は動画の説明欄に注意書きを行いますので、バージョン 1.12.0 より新しいバージョンを使用している場合は、動画の説明欄も見てみてください。次は外部ツールを使って移動や拡大の操作を楽にする方法を解説します。ギズモの操作は目分量での操作になるので、すべてのガイドに対して全く同じように操作をすることはとても難しいです。なので、外部ツールを使って常に一定の操作が行えるようにします。では動画の説明欄のリンクから UWSC のダウンロードページを開きます。開いたページにダウンロードページへというボタンがあるので、こちらを押してください。ページが変わったら、このソフトを今すぐダウンロードというボタンがあるので、こちらを押して、ソフトをダウンロードします。ダウンロードした ZIP ファイルをフォルダに展開しましょう。uwsc.zip を右クリック。プログラムから開くを選択して、エクスプローラーを選びましょう。以下のウィンドウが表示されたら、展開フォルダツールのすべて展開を選びます。表示される画面に従って、フォルダに展開してください。展開したフォルダ内にある uwsc.exe を実行してみましょう。ソフトが起動して、こんな感じの小さなウィンドウが表示されます。もし、ウィンドウが表示されない場合は、タスクトレイに格納されているかもしれません。その場合は、画面右下の方にある小さな矢印を押して、タスクトレイを開いて、その中にある UWSC のアイコンを右クリック。タスクトレイから出るを選びましょう。次はマウスの操作を自動化するスクリプトをダウンロードします。動画説明欄のリンクから配布ページを開いて ZIP ファイルを取得します。緑色のコードと書いてあるボタンを押して、表示されるメニューの中からダウンロード ZIP を選びます。ダウンロードした ZIP ファイルを
フォルダに展開します。ダウンロードしたスクリプトを UWSC に読み込みます。UWSC の左端についている開くボタンを押します。開くダイアログの中で、ダウンロードしたスクリプトの中にあるマウスレフトボタンドラッグ .uws を選んで、開くボタンを押します。読み込んだスクリプトを実行してみましょう。Alt キーを押しながら F1 キーを押すとマウスカーソルが自動で動きます。こんな感じでカーソルが自動的に動きます。スクリプトを編集してカーソルの移動方向を変更してみましょう。マウスレフトボタンドラッグ .uws を右クリックしてプログラムから開くでメモ帳を選びます。スクリプトが表示されました。難しそうに見えますが、触るのは2箇所だけです。この2行だけで大丈夫です。編集する箇所もこの2箇所の数字だけになります。現在は Y 軸、縦方向の動きが30ピクセルと設定されているので、下方向にマウスカーソルが動きます。ここをマイナス30にしてみましょう。変更したら、コントロール S で上書き保存。Alt キーと F1 キーを押すと、今度はマウスカーソルが上側に移動するようになりました。これで外部ツールの準備は完了です。次は顔と髪型のバランスについて説明します。髪型のボリュームによって頭部の中で顔の部分が占める割合というのが相対的に変わるので、顔の造形に合わせて髪型のボリュームを調整することはとても大事です。この表示している左右の絵で輪郭の線の大きさや目元の大きさというのはどちらも同じになっています。右側の方が髪型が一回り大きいので、輪郭や目が少し小さく見えるような印象になっています。髪型のてっぺんの位置の目安は、顎先から目の上部までの距離を眉毛から上に乗せた位置、または顎先から眉毛までの距離をそのままもう一つ上に乗せた位置である程度決めることができます。この緑の線で表示している範囲内に収めると大きく失敗することはないはずです。ちなみに V ロイドの標準の髪型のバランスは左側のタイプです。今回はこれを右側のタイプに近づけるように調整していきます。では V ロイドスタジオの作業に戻って髪型のボリュームアップを行っていきましょう。まずは頭のてっぺんの目安の位置がわかりやすくなるように手書きヘアで印をつけます。手書きヘアを作るを押して下の方に新しく追加された手書きガイドのグループを選択します。選択ツールが選ばれていることを確認してから画面右端にあるパラメータをスクロールしてガイドパラメータのところまで行きます。黄緑色の線で表示されているガイドの一番上の部分が顎先から眉毛までの距離を眉毛の上に足した位置になるようにガイドパラメータのオフセットを調整します。今回は0.036 に設定しました。ガイド線は他のグループを選んでいると消えてしまうので、てっぺんの位置がわかるようにヘアを追加して印をつけます。ブラシツールを選んだら、右側のヘアパラメータの太さを一番小さくして、厚みも小さくします。キーボードの7を押して、真上からの視点に変更したら、中央から少しだけ外側に向かって
マウスを左ボタンドラッグします。キーボードの位置を押して正面のカメラに戻すと、てっぺんの位置に印がつきました。また、前髪の位置がわからなくならないように、もう一つ印をつけておくと良いかもしれません。最後に、この目安ガイドが他のグループと混ざらないように、グループに名前をつけます。右クリックを押して、名前を変更。今ついている名前を消して、目安ガイドと名前をつけて OK を押します。ヘアガイドのグループは端っこについている目のマークを押すと表示と非表示を切り替えることができます。目印が邪魔になるときは非表示にしておくと良いかもしれません。しばらくは表示状態のまま作業しようと思います。準備が整ったので髪型のボリュームアップを行います。選択ツールを選んで、現時点で一番てっぺんにある髪の毛を選びます。ポチッ。そうすると、ヘアリストの方でも選んだ髪の毛がアクティブになりました。このヘアが含まれる手書きガイドのグループに名前をつけておきます。ガイドの上で右クリック、名前を変更。今回はトップとしました。で、OK を押します。では、このトップを選択して、選択ツールの移動ボタンを押します。操作用のギズモが表示されました。緑の矢印を上に引っ張ってガイドを移動させるのですが、ここで先にダウンロードしておいた UWSC やマウスドラッグのスクリプトを活用します。一旦変更元に戻して UWSC とスクリプトファイルを開いたら、緑色の矢印にマウスを乗せて、オルトキーと F1 を押してみましょう。カーソルが自動的に動いて、ヘアガイドが移動されました。目安の位置に対して移動量が少し足りなかったので、一旦戻して、スクリプトの移動量を編集して、上書き保存、コントロール S を押しました。この状態でもう一度適用してみましょう。緑の矢印にマウスカーソルを乗せたら、オルトキーを押しながら F1。今度はちょうどいい位置になりました。マウスの移動量はカメラとモデルの距離や使用しているモニターの解像度によって変わってきます。皆さんが利用している環境でちょうど良い移動量というのを探してください。注意点としては、一度ガイドの移動を始めたら、すべてのガイドの移動が終わるまでカメラとモデルの距離というのを変更しないようにしてください。カメラとモデルの距離が変わってしまうと、同じマウス移動量でもガイドの移動距離が変わってしまいます。髪型がいびつな形にならないようにするためにも、ズームイン、ズームアウトはしないように注意してください。では他のガイドも同じように上に引き上げていきましょう。ガイドは選択するとツリーが開いてしまうので、操作するときは一番下のガイドから処理していくのがおすすめです。目安ガイドは編集しないので、その一つ上のガイドから動かしていきます。緑の矢印にマウスカーソルを乗せて、オルトキーと F1 キーを押します。これをすべてのガイドに対して繰り返していきます。一通り移動させることができました。ここで忘れてはいけないのが他のパーツです。今は一体型と羽紙があるので、
羽紙の方にも同じように移動を適用します。前髪や後ろ髪、横髪といったパーツがある場合は、すべてのグループに対して同じ移動量を適用してください。次は前髪が印をつけた位置まで来るように拡大処理をします。前髪が含まれる髪のパーツを選んで、前髪をクリックして選択。髪が含まれるグループを選択します。前髪のグループであることを分かりやすくするために名前を付けておきます。右クリックで名前を変更。名前を前髪としました。OK を押します。では、このガイドを縦、横、奥行き、すべてに等しく拡大します。選択ツールの拡大ボタンを押します。カメラを斜め上から見てみると、うっすらと中央に黒いボックスが見えます。このボックスをマウスの左ボタンでドラッグすると、大きくしたり小さくしたりすることができます。では試しに、現在の移動量設定で拡大を適用してみましょう。黒いボックスにカーソルを乗せて、オルトキーとF1。正面からのカメラに戻します。印をつけていた前髪の位置より、拡大処理をした前髪が長くなってしまっていることが分かりました。なので、現在の設定されている移動量は多すぎるということになります。一度コントロール Z で元に戻して、もう一度斜めから見ます。次はマウスの移動量を半分にして実行してみましょう。移動量を変更して、上書き保存。中央の黒いボックスにカーソルを乗せて、オルト F1。カメラを正面に戻して確認します。今度はちょうどいい位置になった感じがしますね。それではこのマウス移動量で、すべてのガイドを拡大していきます。一番下にあるガイドで、目安ガイドを除いたものから、斜めを向けて、オルト F1。このように適用していきます。では順番にやっていきましょう。すべてのガイドの拡大が終わりました。以前撮影しておいた画像と比較してみると、髪型が一回り大きくなっていることがわかります。目印として残していたヘアを非表示にします。目安ガイドを非表示。全体を眺めてみて、髪型のボリューム感を確認します。このままでも問題なさそうですが、今回は試しに横幅を少し小さくしてみます。ヘアガイドの目安以外の一番下のグループを選んで、スクリプト設定の縦の移動は0、横の移動は、今回は横軸の縮小になるので、右方向、つまり値をプラスの数字に設定します。今回は10にしてみましょう。コントロール S ね、上書き保存。それでは適用してみます。オルトキーで F1。少しだけ小さくなりました。これをすべてのガイドに対して行っていきます。すべてのガイドの横幅が小さくなりました。横幅のボリュームが減ったので、少しシャープな印象になっています。いい感じのボリュームになったと思うので、
髪型の編集を終了します。左上の×ボタンを押して、保存するアイテムにチェックが入っていることを確認して、上書き保存をします。ポチ。髪型のボリューム変更に合わせて、猫耳の位置を少し調整します。アクセサリー編集タブを開いて、猫耳を選択。髪型のガイドと同じように移動や回転、拡大をすることができます。例えば、移動の場合は、矢印を引っ張って上に引き上げてみたり、拡大の場合は、縦に伸ばしてみたり、横に伸ばしてみたり、または、中央の黒いボックスで全体的に大きくしてみたりすることができます。今回は UWSC のスクリプト設定で少しだけ全体を拡大してみようと思います。中央の黒いボックスにカーソルを乗せて、オルト F1。少し大きくなりました。正面から見てみましょう。はい、こんな感じでちょっとだけ大きくなりました。最後に今回の成果を撮影しておきましょう。撮影モードに移動して、カメラを正面に向けたら撮影ボタンを押します。名前をつけて、保存。角度を少しつけて撮影。名前をつけて保存。以上で髪型のボリューム調整の解説は終了です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。